はい、皆さんこんにちは。今日もポッドキャストを撮っていきたいと思います。昨日急にキャンバが使えなくなってちょっと困りました。キャンバのね、急にサーバーが落ちちゃいましたよね。たまにありますよね。で、今日は SNS についてちょっと話したいなと思います。SNS の、今の SNS、昔の SNS、私たちが子供の時のね、SNS で、これからについて私の考えだったり、一般的に言われてることっていうのを踏まえながらちょっと話したいなと思います。私は SNS を仕事にしているので、あとは小さい時から SNS っていうかインターネットねずっと触れてきているので欠かせないもの、それが今の仕事にもつながってる部分があって、SNS というものは好きです。だけど SNS というものは私はどちらかというとすごい悪いもの、悪だと思ってます。なぜかというと依存度が高いっていうのと、ネガティブな情報とか、デマ、嘘ですよね。っていうもので溢れてるし、そう、だから私がもう日頃思うのは、もう私は大人だからいいんだけど、そう、これからについてっていう観点で言うと、自分の子供がいたらね、どうするかっていうのをたまに考えるんですよ。でも規制するのって良くないなって思って、私は規制とか一切なしに育ったんですね。ありがたいことに。それは、インターネットの利用もそうだし、あとゲームとか、なんかそういうものに関して規制はなかった。で、自由にやってて、でもトラブルとかは巻き込まれたことはなかったですね。もう中学生の時から SNS で知り合った子と遊んだりしてて、もちろんそれは女の子。私趣味がね、いろいろあったんだけど、やっぱりもちろん学校にもね、すごい仲いい友達、親友とかはいたけど、でも自分の趣味が合う子っていうのと会いたいなと思って、で、ブログをやってたんですよ、中学生の時から。で、そこで、同じチーム、私サッカーが好きだったから、同じサッカーチームを応援してる女の子と一緒に試合行ったりとか。で、今でもね、つながってて、そういうので一回も悪い子には会ったことはないって言っても、そんなたくさん会ってたわけじゃなくて、数人なんだけどね。だから、規制なく、私が運が良かったのかもしれないし、自分が注意深い性格っていうのはもうね、ずっと分かってる。今でもそうなんですよ。すっごい疑い深いんですよ。だから、変な人には会わなかった。でも、ニュース見てると、事件とかいっぱいあるじゃないですか。そういうの見ると、やっぱ怖いなって思いますよね。特に私が子供の時と今ってなるとまた違うし、だからその SNS の向き合い方っていうのは本当難しいなって思います。規制しすぎると、で大人になって規制がなくなったとこで自由に使っちゃって結局トラブルになったりとか使い方間違えちゃったりとかそういうこともあると思う。だから SNS に限らずだけど、ある程度自由にしておいてそこから失敗とかも学んでいかないとダメだなっていうのはなんかすごい思いました。でね、SNS を私は仕事にしてるから欠かせないし、毎日見てるし、自分がそうやって SNS をうまく活用してる側、
だったら SNS はすごいいいものだと思います。情報収集もできるし、それを仕事にもできるし、で、リラックスできる時もあれば、いい効果もあるけど、でもやっぱり見るだけ、SNS を見てるだけの人っていうのは悪いことの方が多いとは思う。SNS は見ない方がいいとは思います。ここは結構断言できる。もう本当に嘘のニュースとか、あとは誹謗中傷ですよね。悪口とか、あとはもうね、9割以上が、てかもうほぼ100%無駄な情報だなっていうのはすごい思ってて、でもね、無駄な時間、無駄な情報に、価値があるとは言わないけど、別にそれでもいいんですよ。だけど、それを見てるんだったら他のことやった方がいいとは思います。っていう私も SNS をね、無駄に見ないようにはしたいんだけど、もうめちゃくちゃ毎日無駄に見てますね。そもそもスマートフォンが机の上に置いてあるだけで集中力ってちょっと取られるらしくって、でも私はそのスマートフォン使って仕事もするし、だから基本近くにあって、でもう今インスタの、自分のインスタグラムのここが見たい、仕事でここが使いたいと思って開いた瞬間になんか興味がある動画が出てくると、そこからどんどん見てっちゃって、あれ私結局なんで開いたんだっけみたいなのはもうね、しょっちゅうなんで、もう SNS っていうのはうまくできてますからね。でも私 TikTok は入れてない。TikTok は昔からこれもう時間解けるだけだなって分かってるんで入れてなくって、で結局今思い返しても、私 TikTok で別にお仕事はしてないんでね、 TikTok 今も見てないけど、もう何も見てないことによる弊害っていうのは何にもなくて、結局インスタグラムもインスタで仕事をしてないんだったら、いらないんですよね。あとやっぱり今って昔と違って、芸能人とか、そういう人もみんな SNS をやっていて、距離が近すぎるっていうのがあんまり好きじゃないなって思います。今私がその好きな芸能人とかそういう人がいないからいいんだけど、私も学生の時とかはね、すごい好きな芸能人とか、アーティストとかいたりして、でも、ブログとかは見てたけど、ブログもね、そんななんか全然更新されなかったりとか。なんか私が今、ほんと10代とかだったら、もう絶対毎日 SNS に貼り付いて、例えば好きなアーティストがいたら、もうすぐコメントしたいし、ライブ配信をやってたらもう絶対何が何でも見たいしっていう。それはでも楽しいとは思うんだけど、今は絶対やりたくないな、疲れるなって思いますね。だから、平成は良かったなって。もう結論ね。私平成すごい好きなんですよ。ちょっと平成トークはまた別のエピソードでしたいなとは思うんですけど、ね、あんまりこれ言うとね、令和の子かわいそうとは思うんだけど、でも令和の子は令和の子で、きっと楽しいし、いいと思うんだけど、ちょっとやっぱこの SNS っていうのが発達しすぎてるなーっていうのは。だって私が学生の時は LINE じゃなかったし、メール LINE ってね、すごい便利ですよね。でもそれによるいじめとか、そういうのもすごいニュースでやるじゃないですか。いやでもそうだよなと思って気にしちゃうよなっていうのは気にするし、例えばなんだろう、自分が知らないところでなんかグループがあるとかね。めっちゃ嫌だって思います。そういうの聞くと。私の時はそういうのなかったからね。もう今は SNS やってないと、私の年齢だったらやってなくても全然問題ないんだけど、本当若い子たち、SNS やってないときっと話についていけないし、友達とのやりとりも
うまくできなかったりとかするだろうし、そういうところで規制をしちゃうとまたかわいそうだし、ってね、難しいですよね。でも SNS を仕事にしてる人って今すごい多いから、そういう人たちにとってはありがたいもので、でも本当に SNS の情報って良くないよなって思います。この新しい SNS が出てきて、これが流行、これが次流行るとか。で、そうすると、私なんかはね、とかもそうだけど、やらなきゃと思って、でも私はやらなきゃって思ってやらないかな。例えば、ミクシー2とか、なんだっけ、あとあれ、X みたいな、あれ忘れちゃった名前。なんか X みたいなね、あるんですよ。これなんだっけな。ちょっと思い出したら言うんだけど、次はこれみたいな。あとあれ、TikTok みたいな、ショート動画のレモン8だっけ、あれは日本のなのかな。ブルースカイだ。多分、ブルースカイ。さっき言った X みたいなね。スレッズみたいな。とか流行るって言って。でも私はなんとなく、いや、流行んないだろうなっていうか、やんなくてもいいし、やる意味ないなって思ったからやらなかった。でも私がこれから流行ると思ってやった SNS、例えばピンタレストと、あとなんかあったかな。ね、ピンタレストは結局日本で流行んなかったですよね。スレッズは今結構いいなと思ってて熱いなと思って、やっぱり X がいろいろ仕様も変わっちゃったりとか、インプレッションでお金を稼げるようになってから、ちょっといろんな人が出てきちゃって、嘘の情報もそうだし、スレッズは結構いいですね。あと Facebook とか全然使わないな。仕事でちょっと使う時あるけど。だから SNS の向き合い方っていうのは人それぞれだけど、基本はやらないに越したことはないと思います。あとは、うーん、インスタでフォロワーを増やしたいとか、ね、そういう講座があったりとか、そういう情報があったりとかで頑張ってる人たくさんいるけど、もうそれも本当にもう私もそう思うし、それで結果出してる人が言うのは、寝る時間削って、睡眠時間削ってもやる覚悟があるのかだとは思いますけどね。もしくはお金をかけてプロに頼む。その2つのどちらかができないと、今は SNS で仕事をする、SNS でマネタイズをするっていうのはすごく難しいなと思います。だから自分のペースでお金もかけずに勉強をしたことをやっていく、だらだらやっていくっていうのは、そこで終わっちゃったら正直時間の無駄で、それを踏まえた上で、じゃあどうしようと思って成功するまでやっていけば、それは無駄じゃないんだけど、でも、講座とかスクールとかに何十万払うんだったら、そのお金で今プロの人ってたくさんいるから、そういう人に依頼した方がいいんだけど、でもそれもそれで結局それで100% 結果が出るわけでもないし、なんなら結果出るのって2、30%だと思います。何を結果とするかなんだけど、結局そういう SNS 代行とかそういう人たちってその100%フォロワーが1万人になりますよとは言えないし言わないし、言ってるところがあったらおかしいんだけど、何をもって成功とするかっていうと、そこはやっぱりもうアカウントをきれいに整えますとか、あとは集客しますとかね、それはやっぱ一概にね、この数字になったら成功って言っちゃうとそれが難しくなっちゃうから、それはやっぱその仕事をする側のね、言い方ですよね。
で、私、もともとインスタグラムの代行とか、コンサルティングの仕事をしてて、今もね、してるんですけど、それをつい最近、インスタじゃなくて、X とスレッズの方にしたんですね。結果的には良かったなと思うんですけど、やっぱりインスタのサポートって難しい、全部難しいんですけどね。インスタって動画とか作る時に、外であんまり動画が作れなくて、もう今パソコンで動画編集してるから、で、電波も良くないと重い動画って読み込めないし、ってなると X とかってテキストだけだからそっちの方が楽だなと思って、そう楽かどうかで選んだのが X スレッズで結構ね、旅行行ったりとか海外行ったりもするし、そういう時に動画編集ってなかなかね、どこでもできますよとか言うんだけど、確かにできるんだけど、でもクオリティ高いものを早く作るってなったら家でゆっくりパソコンでやらないとできないから、テキストだったら、どこでもできるっていうのがあったから、そっち側に今は切り替えてます。しばらくは X スレッズでいくと思うし、最近はあと中国のレッドの方のお仕事もちょこちょこしていて、私もね、レッドのアカウントはあるんだけど、どうやって伸ばすのか。っていうかそもそもレッド日本語訳もできるんだけど、あまり合ってないし、一部分しかできないから、やっぱ難しくって、来週ちょっとコンサルをしてもらいます。してもらう側ですね、私が。個人アカウントの方も作ろうかなと思ってて、個人アカウントはないんですよ。ちょっと仕事の、茶屋は東京観光ツアーのね、仕事の方、そっちのアカウントがあるんですけど、なかなかね、伸びない。原因は投稿してないからっていうのはわかるんですけどね。結局 SNS に共通してることって投稿数ですよね。ただ投稿数重ねていけばいいってわけじゃなくて、いかにその一つの投稿とか積み上げていった投稿で、結果を出すかっていうことになっちゃうけど、そこのノウハウがわからないっていうのがあるから、ちょっと、プロの方に聞きたいなと思ってます。あとは、このポッドキャストもそうだし YouTube もそうなんだけど、本当に継続積み上げていくしかないなっていうのは、もう単発で1個とか、5個とか10個で結果が出ないし、パッと結果出たとしてもそれで終わっちゃうじゃないですか。そこはやっぱりもう100個とか1000個とか積み上げていかないと、その結果が出ない。結果出なくてもいい人はいいんですけど、ただ楽しむためにやってるみたいな人はいいと思うんですけど、それで果たして何の意味があるのかなっていうのはちょっと思っちゃうんだけど、でもね、世の中のもの全てに意味をね、見出してたらちょっと大変なんで、意味ないものこそ、無駄なものこそ価値があるって言いますからね。だから SNS に関しては、もう正直、他の人がどう扱おう、どう思うかは、もう何でもいいんですけど、例えば自分の家族とか、未来の自分の子供に対してどう伝えるかっていうのは、ちょっと思いますよね。結構海外だと規制してるじゃないですか。未成年の SNS 規制とか。それが意味がないっていう声もあるし、それ科学的に意味がないみたいな。逆に大人になってからその分失敗しちゃうみたいなのもありますよね。SNS の失敗っていうのは、ブログが中学生の時に炎上したぐらいで、でもそれも全然失敗じゃないし、今につながってるから、結局失敗って難しいですよね。もう本当に命に関わることとか、もう一生のトラウマになることは、もう本当に失敗というかもうね、もう良くないことだけど、例えばお金、よく SNS で詐欺とかありますけど、何百万とか何千万はちょっと笑えないし、
未成年でそれやっちゃったらもう本当に笑えないけど、数万円とかだったらそれはもう失敗じゃなくて勉強だなって思いますけどね。だから自分の子供がもし間違えちゃったり、なんかね、この間スレッズで見たんですよ。なんか多分黙って通販で買って、で間違ったものを買っちゃった時に、でお母さんに相談して、そしたらお母さんはじゃあそれ自分で問い合わせて、間違えたんで返品もしくは交換してくださいって言いなさいみたいな感じで。でその子自分でもう問い合わせして、結局交換できたかできなかったのか忘れちゃったんだけど、でもやっぱそれっていい教育だなと思って、そこで怒ったりとか、ちょっとは怒った叱ったかもしれないんだけど、その失敗をどうするかっていうのね。そしたら今後もうそういう失敗はしないだろうし、間違えて注文したぐらいね、全然いいですよね。問題ないですよね。自由に、私が自由にさせてもらった分、今の自分を見ても自由が一番なんだけど、でも自分の子供を自由にさせるのって難しい。だからうちの親はよく自由にしてたなと、信じてくれてたんだと思うんだけど、私は心配性だし、いや SNS で知り合った人と会いに行くって言ったら、私だったらダメって言いそう。なんならついていきたいな。だって怖いね。同い年の女の子って言ってさ、本当かわからないし、怖いな。本当そういう事件多いからね。そこはちょっとね、難しいなと思います。SNS に関しては。今回はね、SNS の向き合い方なんで、SNS で仕事をどうやってやるかとかじゃなくて、ちょっとそれはね、やっぱ平成と令和で違うし、きっと数年後はまたね、いろいろ変わってるし、あとは国によって規制も違うし、結構 SNS、YouTube、インスタが私は中心だけど、のコメントですごい救われることもあるし、勉強になることもあるし、やっぱり好きだなって思いますね。例えばこのポッドキャストを YouTube にも載せたらどうかってコメントをいただいて、ああと思ってで、チャット GPT に聞いて、そしたら、YouTube って音声だけでも OK だし、ポッドキャストっていう枠があるから、ポッドキャストYouTube に載せるのもいいですよって。Spotify だと、あれか、バックグラウンド再生ができるけど、YouTube は無料の人はバックグラウンドはできないね。だから、ちょっと載せようかなとは思います。音声データは全部残してあるんで、だから別のチャンネルを立ち上げて、そっちに載せようかなと思ってます。いや、なんか今日の喋り微妙だな。何が言いたいんだっていうか、なんか難しいね。なんか初めてそう思った今。今までって言ってもまだ4本ぐらいしかアップしてないんだけど、別に、ほんとこれ台本もないし、何喋るかもほぼ決めてない。何も決めてない。テーマだけ決めてね、話すんだけど。なんか SNS について。うん。結局こういうのって自分の意見をはっきり言っていくのがいいですよね。一般的な意見っていうのも挟みつつ、やっぱ自分の考え、私の考えを聞きたいという方が聞きに来てくれてると思うので、YouTube もね、この間は内モンゴル行った時に持っていくものかな、ああいうのって JLPT に比べて再生数は伸びないんですけど、でもああいうコンテンツが見たいって言ってくれてる方が多くて、コメントもくれるから、あれは全部自分の言葉で、難しいこととか全然話さずにね、話してるけど、なんか今回のポッドキャスト、何が言いたかったのちょっと SNS について話したいなと思ったから、テーマが広かったのかな。
ちょっとなんか反省会始まっちゃったけど。まあ、インスタから X のお仕事に切り替えたことによって、ちょっと余裕ができたんですよ。だから、ポッドキャストも始めることができたし。でも、これからやりたいことは、YouTube のポッドキャストチャンネル作ること、あとは、中国のレッドのアカウントを作ること、やっぱそっち頑張りたいなと思って、せっかく、その中国語、そんなできないけど、ちょっとは親しみある、馴染みがある私なので、まだあんまり日本人でやってる人がいないんだったら、早めにやりたいなとは思ってます。もう先行優位っていう言葉がありますよね。早く始めたものが優位、勝つっていうね。勝ち負けじゃないけど、でも SNS に関しては本当にそうだと思う。早く始めて、で積み上げていって継続していって、それで良くなかったら何が良くなかったかっていうのを直していけばいいだけだから、それをね、完璧にしたいって言ってなかなか始められない人、あとそこを勉強したら始めようとか、ちょっとキリがいいから来月から始めよう、来年から始めようとか、じゃなくてもう今日からね始めた方がいいと思います。それでやっていったらわかるし、意外と適当にアップロードしたものが伸びたりしたりするから、レッド、茶屋のレッドもね、も全然レッド分かんなかったんだけど、とりあえずアプリダウンロードして、もうできるっしょみたいな感じで進めていって、今もアップして、結構閲覧数とかもあったりするから、何もわからない状態でもね、なんとかなりますよね。じゃあ今日は、この後、ちょっと移動します。ので、終わりにしたいと思います。30分ぐらい話したな。はい。じゃあ最後まで聞いてくれてありがとうございました。バイバーイ。